おはようございます。チートンです。今日は鬼ぐるみの樹液を採取してめちゃくちゃ美味しい液体を作っていきたいと思います。ということで鬼ぐるみの樹液を採取していく。とは言ってもね、どの木からでも樹液を採取していいわけではなくて、自分の土地の木とか川沿いのくるみであれば河川法的に問題がないことを確認する必要があります。今回はね、樹液採取について問題がないことを確認済みのくるみの木で採取をしていきます。この辺りの木です。鬼ぐるみの木、立派ですね。これ直径30センチぐらいあるんじゃないかな。少しだけ樹液もらっていくからな。樹液の取り方は簡単で、木に穴を開けてボトルに入るようにするだけです。今回はこのスパイルという線を使って樹液が垂れてきたところをボトルで受け止めます。それでは早速穴を開けていく。うわ、出てきた出てきた。これうわ、いただきます。なんだこれ、ほとんど水だけど、これを煮詰めることによって甘くなるんです。いや、もったいない。さっさと回収しよう。うわ、嬉しい。オッケー、完璧。うわ、出てる。最高。さあ、1日でどれくらい溜まるのか楽しみです。ちなみに樹液って暖かい時期に葉っぱから水分が蒸発することで浸透圧の変化が起きて水分を根から吸い上げるんですけど、葉っぱが1枚もないこの時期の鬼ぐるみがなぜこんなに大量に樹液を出すかというと、もうすぐ鬼ぐるみは新芽や花芽を出して繁殖活動の準備をするんですけど、そのためには大量のエネルギーが必要になります。つまり今この鬼ぐるみの木は繁殖のために樹液がパンパンになってるんですよね。繁殖のためにパンパン。木にとってはこれくらいはかすり傷なので枯れたりすることもありません。そんなことを話している間にもうこんなに溜まってます。さあ、他の木にも仕掛けていきましょう。なんだこれ、よくわからないです。溢れてきた。この木も当たりですね。あ、出てききました。最初の一滴、もったいない。入ってる。この一滴一滴が光合成によって得られた養分を含む樹液です。太陽のエネルギーによってこの樹液が作られているわけです。尊いですね。さあ、出てきた。たっぷり出てきますね。こんな感じでペットボトル4本を仕掛けました。今回はこのくるみの樹液を煮詰めてシロップを作るんですけど、だいたい40から50分の1くらいの量になってしまうので、できるだけ多くの樹液を採取しておきます。樹液のシロップといえばね、メープルシロップが有名なんですけど、あれはカエデ属の木の樹液を煮詰めたものです。他にもカバノキ属の木の樹液を煮詰めたシロップも存在します。そんな感じで樹液をたっぷり出してくれる木であれば、樹液を煮詰めてシロップにすることができます。この鬼ぐるみもたくさん樹液を出してくれる木の一つです。あと実はね、うちの庭にカエデでもカバノキでもくるみでもない木があるんですけど、その木からも樹液が取れることが知られているので、暖かくなって樹液が取れる時期になったらそれも動画にしようと思ってるので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。1日置いてまた来たいと思います。めちゃくちゃ楽しみです。ということで、明日に時飛ばし。さあ、やってきました。果たしてどれくらい溜まっているのか楽しみです。ボトル持ってきました。おお、めっちゃ溜まってる。溢れてない？ギリギリ溢れてはないですね。目いっぱい溜まってます。溢れる一歩手前、いいタイミングだ。こっちはどうだ？こっちもだいぶ満タンになってますね。こっちは溢れちゃってますね。それにしても満タンだ。嬉しい。回収していきましょう。よいしょ。すごい、こんなに溜まるんだ、1日で。うわー、大地の恵み、くるみの清水です。続いて、うわ、これで2リットル以上ありますね。欲しかった量を超えました。最低でも2リットルは欲しいと思ってたんですけど、余裕で超えました。あと2本見ていきましょう。まだまだ出てるんで、これはね、動画とは関係なくちょっと僕の方で回収したいと思います。ここはぼちぼちですね。半分いかないくらい溜まってます。ちょっとだけ味見してみましょう。いただきます。一口飲むと若干甘いのが分かりますね。木の香りとはちょっと違う、やっぱナッツっぽい香りがしますね。美味しい、すでに美味しい。1滴2滴じゃなくてね、こうやって一口しっかり口に含むと甘みをしっかり感じます。土臭さとかそういうのはなくって、なんだろう、ヘーゼルナッツとかなんかそういうナッツ系の香りがします。間違いなく美味しいものができる。楽しみ。うわー、これは楽しみだ。素朴に味を感じる。楽しくなってきた。ここはあまり出てなかったんで回収します。いやー、ありがとな。くるみが落ちてますね。この中にくるみの種が入ってます。これがくるみの種です。これを家で植えて、うちでもくるみのシロップが取れるようにしましょう。ここは結構少なめですね。結構溜まった。3リットルぐらいはあるかな。めっちゃ楽しみ。それでは帰宅。持って帰ってきました。まずはね、ホコリとか不純物が入っている可能性があるのでろ過をしていきます。落ちてきた。いやー、楽しみ。
いやもう目詰まりしちゃった。お、何これ？くるみの樹液です。これ？そう。そう。飲んでみる？飲めるの？飲めるよ。あ、じゃあ、よっしゃ。はい。どんな味がすると思う？苦い。苦そう。じゃない。苦そう。甘いんじゃない？樹液だし。ではいただきます。ちょっと甘い。木の味がする。それは美味しいですか？よくわからないな。よくわからない。よくわからない。いただきます。はい。桃。どんぐらい甘い？少しだけ。水っぽいかなと思ったけど、最後はちょっと甘く感じた。美味しいかどうかだったらどう？ちょっと美味しい。くるみの樹液、そんな感じです。全然落ちない。これはちょっと拉致が開かないので、でん、布巾を用意しました。コーヒーフィルターがこんなに早く目詰まりするなら、くるみの樹液に含まれている美味しい成分もろ過されてしまいそうなんで、コーヒーフィルターよりも目の粗い布巾でろ過をしていきます。大きいゴミだけ取れればいいんでね。樹液をろ過していきます。あ、よく見るとやっぱりちょっとゴミが入ってますね。おそらくくるみの木の皮だと思うんですけど、若干ねこういうものがあったりするんで、軽くろ過をするのはいいと思います。こぼさないように気をつけて、まあ絞るまでもないですね。勝手に落ちます。ペットボトルに入れていきます。続いてやっていきましょう。布巾なら全然早いなこれ。2リットルのペットボトル完成。 1.5 リットルのペットボトル、こっちもね入れていきましょう。心なしか布巾の方もちょっと目詰まりしてきた感じがありますね。どんだけ取れたんだ今回。 1.5 リットルあっという間にいっぱいになるかも。これでおしまい。わあ、 1.5 リットルのボトルもいっぱいになりました。すごいな、いっぱい取れたな。こんなにたっぷり取れました。2リットル、1.5 リットル、500cc ぐらいですかね。合計約4リットル取ることができました。もともとね2リットル取れればいいと思ってたんですけど、まさか4リットルも取れるとは。今日はちょっともう時間が遅くて暗くなりそうなので、これを冷蔵庫に入れて傷まないようにして、また明日煮詰めていきたいと思います。それではまた明日。早速調理していくんですけど、今回は樹液 100% のコーヒーと樹液を煮詰めたシロップ、この2つを作っていこうと思います。樹液の糖度を測ってみましょう。でん、糖度計です。この糖度計の先に樹液を垂らして覗くと糖度が分かるようになっています。液体の屈折率を測ることで糖度を測っています。蓋をして覗いてみましょう。糖度は約1度ですね。これを煮詰めていくことによってどうやって変化していくのか、これも見ていきたいと思います。それでは早速火を起こしていきましょう。今回使うのはこれ、ダイソーに売ってるステンレスカトラリーラック、200円のやつですね。これがねめちゃくちゃいい焚き火台になるんですよ。今回かなり長時間煮詰めないといけないんで、ガスがもったいないなと思って焚き火をすることにしました。焚き木はねいっぱい準備したので、ここで焚き火をして鬼ぐるみの樹液を煮詰めていきます。ファイヤー。いいですね。このカトラリーラック本当によく燃えます。鍋の下に入れて樹液を温めていきます。投入。約4リットルありますからね、かなり時間がかかると思います。こうやって見てるととろみがありますね。枝を追加しながらじっくり煮詰めていきたいと思います。カトラリーラックに開いてるこの穴がいい吸気口になってよく燃えてくれます。いい感じに温まってきました。最初の 1.5 リットルがだいたい半分くらいになりました。2リットル追加します。ちょっと無理だな。引き続き煮詰めていきます。取っ手のあたりからね樹液がポタポタ漏れ始めたんで、お鍋を変えました。ついでにね最悪。残りの樹液も入れていきましょう。最悪、ちょっと漏れた。コーヒーにするようだけ少し残しておきます。コーヒー用にこれだけ取っておきます。だいぶ煮詰まりました。気になる糖度測ってみましょう。約5度。まだまだ燃やしていきましょう。すっかり暗くなってしまいましたが、鬼ぐるみのシロップが完成しました。もうこれぐらいでいいと思います。あんまりやるとね焦げついてしまってももったいないので、これで引き上げたいと思います。あ、すごい甘い香りになってる。綿あめのようなほんと砂糖の匂いがします。いい香り。瓶に入れていきます。本当はちょっとこしたいなっていう部分もあるんですけど、なんかこしたらなくなっちゃいそうなんで、もうそのままいきます。もっと取れると思ったけど、シロップっぽくなるのにこんなに煮詰めないといけませんでした。一滴残らず入れたい。鬼ぐるみから取れた樹液のシロップ完成しました。もう暗くなっちゃったので、明日の朝ごはんにこのシロップとコーヒーを入れて朝食を取りたいと思います。
完成。それでは山の恵みに感謝していただきます。まずはね、早速ホットケーキにシロップをかけていただきます。うわ、贅沢だ。それではいただきます。甘っ、うまい、美味しい。ただ甘いだけじゃなくってちょっと酸味を感じますね。それがまたいいかもしれない。うまい。どことなくやっぱりナッツの香りというか、息子は木の香りって言ってたんですけど、もうちょっと木の香りよりもやっぱりナッツに近い、そういう香りがします。うまっ、うまっ。いただきます。あ、ただ甘いだけじゃなくてちょっと酸味が入ってて、それがホットケーキとめちゃくちゃ合うんですよ。ちょっと酸味が入ることによって美味しさが際立ちます。いや、最高すぎる。うまっ、うまっ。樹液で入れたコーヒーもいただきます。最高。コーヒーがただただうまい。樹液の感じはコーヒーにかき消されてますね。いつものコーヒーと違うような感じもするんですけど、それが何なのか表現するには非常に小さな変化だと思うんですけど、コーヒーの方が強かったですね。ただただ美味しい。樹液コーヒーとしては付加価値があると思います。なんかこう心が満たされますね。贅沢な朝だ。ただただ甘いだけじゃないところがね、ちょっとツボにはまりそうです。それが本当にいいアクセントになってます。ちょっとホットケーキ焦げたけど美味しいです。これはうまいな。贅沢すぎんかこれ。最後の一口いただきます。うまい。まだ口の中が幸せです。鬼ぐるみから取れた樹液からまさかね、こんなに美味しいシロップが作れるとは思いませんでした。大成功ですね。なんかね、本当は煮詰めた後にこさないといけないらしいんですけど、こさなくてもまあ全然普通に食べられましたね。ちょっとゼリー状のアクのようなものが出来上がったんですけど、それもとにかく気にせず今回入れてしまいました。ゼリー状のものも布でこしてギューッと絞れば多分外に出てきちゃうんで、多分ね、食べてもいいものだと思います。それと今回ね、くるみの種拾ってきたじゃないですか。これ植えましょう。でね、どうやって植えてどうなるのかちょっと今からお見せしたいと思いますので、この続きももうちょっとご覧ください。早速ね、くるみの種を植えていくんですけど、鬼ぐるみは本当に生命力が強いので適当な土で大丈夫です。グーグーとちょっと入れて土をかけて、これで大丈夫です。鬼ぐるみの種は本当に乾燥に強いので、強く乾燥しなければ勝手に芽が生えてきます。雨の当たるところにね、この鉢を置いとけば大丈夫です。最初だけちょっと水あげてもいいんですけど、今回ね、土がかなり湿っているのでもうこれで大丈夫です。そしてこれが芽を出すとどうなるのか今からお見せします。5年経った姿がこちら。はい、これですね。くるみの盆栽です。これ鉢植えだからこんなに小さいんですけど、地植えだったらもうすでに5、6メーターは育っていると思います。10メーター弱はいってるかもしれない。それとなんとね、2、3年目ぐらいから花が咲いて実が取れてます。毎年ね、2、3個実がついては収穫することができています。これもね、ほら、去年の秋に落ちたくるみです。こんなに小さい木でもね、毎年実をならせるんですよね。面白いです。で、今回ね、こんなに美味しい樹液が取れたので、これどっかね、この辺に地植えにして樹液採取用にくるみ育てたいと思います。もし庭の木で樹液が取れるようになったら、それも動画にしていこうと思ってるので、ぜひ皆さんね、チャンネル登録して2、3年後までお待ちください。ということで、今回の動画はここまで。この動画が面白かったという方はぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。バイバイ。